んにちは、主婦ドラゴンです。アラフォー38歳が結婚を機に6ヶ月前にカナダに移住してきました。男性で専業主婦という珍しい生き方をしていますが、こんな人もいるんだなという軽い気持ちで見ていただけると嬉しいです。本日はパートナーが故郷に1ヶ月間帰っていて不在なので、ただスーパーでお買い物をする地味な日常を紹介します。どうぞ見ていってください。家から徒歩10分で駅に到着です。ここから電車に乗って目的地のスーパー、ショッピングモールまで向かいます。日本と同じようなタッチして出入りするシステムです。到着したのはメトロポリス。とっても大きいショッピングモールで400後半から500店舗ぐらいのお店が入っています。本当に大きいです。で、フロアマップを見てもどこに何があるのかさっぱり分かりません。最初の目的地はアジア系食材が豊富に揃う T&T というスーパーマーケットに到着です。店内は中国の食材調味料がメインで、続いて日本韓国の食材調味料が豊富に揃っています。お菓子や調理器具、ベーカリーなども揃っているスーパーです。本日ここのスーパーに来た目的は日本のお米を買うために来ました。日本のお米といっても日本と同じような、限りなく近いお米ですね。 1.8 キロのお米が約26ドル、日本円で2800円ぐらいになります。そして下の段の 18.1 キロのお米は 59.8 ドルなので日本円で約6500円ぐらいになります。今回僕は 6.8 キロのお米を買いました。ここよりも安いお米屋さんあるんですが、家から一番近いのでここで買っています。そしてもう店内にはたくさんのお米があります。冷凍コーナーに納豆があります。3パックで約日本円で400円。解凍したら普通の納豆として食べられます。青果コーナーではドリアンがこんなにたくさん売っています。まず日本のスーパーでドリアンってあまり見ないですよね。用意はしませんでした。そしてレンコン、大根、日本でも手に入る食材がここでは売っています。近々生姜を使って角煮を作ろうと思っていたんですが、どれも生姜に傷がついていたり、とにかく生姜が軽くて水分が全部飛んでる感じの古い生姜が売っていました。なので買わずに次のスーパーで買いました。こちらは麺のコーナー。とにかくたくさんの麺が売っています。焼きそばの麺、うどん、中華麺、たくさん種類が売ってますね。僕はいつもここのラーメンを使って食べています。こちらは冷蔵コーナー。白滝やこんにゃく、約日本円で200円ぐらいで売ってますね。味噌もこんなにたくさんの種類が売っていて、とっても種類が豊富です。9ドル8ドルの味噌もありますが、1キロ3ドル4ドルの安いお味噌もあります。粒あん、こしあんなども売ってるので和スイーツを作ったり食べたりするのには困りませんね。たくあんも売ってます。そばのセットも売っていて、お寿司のガリも売ってます。続いては生きた魚のコーナー。めちゃくちゃでかいカニや貝、エビ類などとにかく種類が豊富でたくさん売っていますね。きっと新鮮な魚なんだと思いますが、僕はいつも見てるだけです。魚さばけません。切り身魚のコーナーもありますが、基本的に魚が日本よりも質が悪く臭いのがほとんどですね。とっても残念です。そしてこちらが刺身のボックス。厳重に鍵を買われています。一つの柵で100ドル、とにかく高いです。続きまして薄切り肉のコーナーです。薄切り肉は基本的にアジア系スーパーでしか手に入らないです。最初に映ったお肉は豚肉で 435g で約1100円。豚肉以外にも牛肉、ラム肉、いろんな部位の薄切り肉が売っています。種類は多いんですけれども、日本よりかはかなり割高になってしまいます。お菓子コーナーでは日本でよく目にするチーク菓子やどら焼き、ジャガビー、カルビーのポテトチップスなども普通に売られてます。日本の2倍ぐらいの値段ですかね。そして中国のお菓子などもたくさん売ってます。なぜかここにバナナ。カナダでは皆さんいろんなところに他の商品を放置して行ってしまいます。日本で売ってるような食パンも売っています。
普通のパンと全粒粉のパン275円から約300円で売ってます。日本よりもっちり感の少ないさっぱりとしたパンです。最後にセルフレジでお会計を済ませます。皆さんこの金額を見てどう思われますか？僕はちょっと高いなと思います。でも食材に消費税はかかりません。ミニソーと書いて瞑想。ユニクロダイソー無地を足したような店舗で一時期日本で話題になりましたよね。中身は韓国っぽい雑貨と日本の雑貨が置いてある可愛いお店です。噂をすればユニクロがあってダイソーもあります。本当に何でもあるショッピングモールですね。無印もあります。とってもお店も大きいです。日本でも大人気なアークテリクスアウトドアブランドですね。カナダ発祥のブランドになってます。ちょっと高いです。続いてやってきましたのがスーパーストア、リアルカナディアンスーパーストアという名前で、僕はいつもリアカナと訳していますが、誰もそんな略し方をしている人はいません。この野菜見てください。なんとカビが生えています。そして隣のナスもカビだらけです。これを普通に売ってるのがなかなかすごいですよね。そして先ほど買わなかった生姜、こちらは本当に綺麗でずっしり中身が詰まっててみずみずしくて本当に美味しい生姜で買って大正解でした。ちっちゃなナスが売っていたりゴーヤも見かけますね。こちらで人気なのでしょうか、ちょっと分かりません。そしてバラ売りされた熟成した傷んだバナナ、こんなの売ってるのまた珍しいというか日本ではありえないですよね。カット野菜のコーナーではほうれん草がこのように 1.13 キロと大容量で売ってたりします。種類も豊富です。お菓子のコーナーではシナモンパン味のオレオ、ミントクリーム、バースデーケーキ味、チョコピーナッツバターパイ、そしてグルテンフリーのオレオが売ってます。すごいですね。ポテトチップスコーナーも本当にでかいんですが日本より高い気がしますね。どれも2倍から3倍のもっとかな、もっと高い感じがします。トルティーヤが売っていたり、これですね、もうとにかく大きく高くてでも美味しいですね。やめられなくていつも買ってしまいます。日本のように期間限定の味がとにかく少ないですね。コラボ商品っていうのもあまり見ないです。小麦粉類は破裂して中の粉が漏れているのがほぼ 100% です。素晴らしい。卵コーナーもいろんなグレードのものがあり、基本的にいつも A グレードというものを買っています。もう一番安いものを買ってますね。そしてなぜ開封したかというと割れているからですね。僕はいつも全て一個一個確認します。で割れてないなと思ったら穴が開いて中身が抜けていたということもありました。そして今回見つけたのが30個で 9.79 ドルというとっても安い卵、日本よりかは高いですね。またこれも割れてるんですよね。なんでこうなるんだろう、いつも不思議です。そしてヤクルトも売ってますね。たくさん売ってます。皆さん買うんでしょうか。チーズコーナーもとにかくたくさんの種類があります。ここだけじゃなくってまだ点在してるんですけど、とにかくチーズの種類が豊富です。皆さん買うんですね。で僕は夜ピザを作ろうと思っているのでピザのチーズを買いました。種類たくさんあるのでなんとなくパッケージで選んでみました。アイスコーナーはたくさんのアイスがあります。もうザ・海外という感じですね。いろんな味があります。先ほども出てきたバースデーケーキ味という、ケーキっぽいようなとにかく甘い、なんていうんだろう、不思議な味のアイスがたくさんあります。変な味のアイスを選んで食べると、基本的に美味しくないです。ティッシュは1箱126枚入りで約220円。高いですよね。そしてこちらが6箱セットの200枚入りで日本円で約1500円。
ちゃくちゃ高いです。高すぎて気軽に使えないです。こちらのスーパーでもセルフレジでお会計をします。カナダのスーパーでは1ポンドいくらと表示されているので、1キロあたりに慣れている僕にとってはいつも混乱してしまいます。このようにタッチパネルで押してから重さを測って計算されるというシステムですね。お会計出ました。どうでしょうか。卵高いですよね。チーズは同じぐらいなのかな。とにかく卵が高いです。日本も今高いですよね。こちらではクレジットカードのタッチ決済が主流になっています。日本でも最近タッチになってきましたよね。気がついたらこのモールに1時間もいました。いつもは1人で来た時に3時間4時間いるんですが、今日は1時間ということでまあまあ早く帰れたんじゃないかなと思います。荷物も多いので帰りはバスで帰ることにしました。バスと電車は同じカードを使えるので、行きから帰りまでの時間が1時間半以内であれば片道の料金で家に戻ることができます。最寄りの駅に到着です。ここからひたすら家まで歩いて帰ります。家に帰ったら荷物が届いていたので取り出すことにしました。郵便ボックスにこのような鍵が入っていて、鍵を開けることで荷物を取り出すことができます。郵便受けに入らなかったものは基本的にここに入ってます。便利なサービスですね。いつも鍵がうまく刺さりませんこれは年齢なのでしょうか。手元が悪いですねただいま帰りました。ここから手を洗ってうがいを済ませて清潔にします。洗面台がとても小さく見えますが、僕の身長が190センチぐらいあるので、なんかミニチュアの家具みたいに見えますよね。これ実は結構日本の方にとっては大きい高めなんじゃないですかね。でも僕がこうやって映るとちっちゃく見えてしまいます。今もまだちょっと恥ずかしいので顔にモザイクがかかっていますが、今後外していけたらなと思ってます。外れる日は来るのでしょうか。ちょっと分かりませんが、まだ恥ずかしいので申し訳ないです。さて本日買ったものを軽く紹介していきます。30個入りの卵とピザ用のチーズですね。基本的に英語とフランス語が必ず表記されてます。これはパンですね。食パンです。結局全粒粉の方を買いました。これはスカスカじゃない、ちゃんと水分たっぷりの生姜ですね。これは日本っぽい日本の種類のお米です。美味しくて大満足です。さてここから買ってきたものを収納していきます。まずは一番下の引き出しにお米を収納していきます。とちらっと見えたのがコーラ。いつもコーラ32本とか40本を一気にコストコで買って保管してます。で食べ過ぎた日に胃薬としてコーラを飲んでますね。僕みたいにコーラを胃薬として飲んでる人いるのでしょうか。もしいたらコメントお願いします。いないだろうな。ちなみに友人家族にコーラは胃薬として使えるって言うと嘘つけと言われ、誰も試してくれませんし、一人試してくれたんですが効果はなかったそうです。僕には効果絶大です。卵を開封してみたらなぜか卵黄がついていてひび割れていました。これは加熱処理をして安全に食べました。僕が買っている卵は基本的に A グレードなんですが一番安い卵なので
日本の卵に比べるととっても味が薄くて旨味がないですね。卵の旨味というものを今まで当たり前と思ってたんですが、旨味がないです。本日の動画はここで終わりです。もしよかったらチャンネル登録、いいねボタンをお願いいたします。ここまで見てくださり本当にありがとうございました。